こちらのマーク2 IRV トラムさんのフロントエアロがマーク2ブリッドなんで、エアクリが入ってます。レーシングラジエーター、サクションパイプ、ターバー、これだけ手込んでるので妥当な値段じゃないかなというふうに思います。はい、じゃあよし君こんにちは。こんにちは。本日4月21日ですね。はい。まあ今日はこの3台、はい、並べたうちの、紹介動画の、第2弾ということで、はい、真ん中のクレスタはね最後に取っておいて、はい、こちらのマーク2、紹介させてもらいます。はい、よし、いつもうちで扱ってるマーク2とかチェイサーといえば JZX いくつですか、数字でいうと JZX？ 1JZ JZX すごいね。何回も言ってるじゃん。 JZX100 です。100系です。100系ね。1JZ っていうのはエンジンの方ね。そうなんですよ。だからこれ100系ね。これは100系。そうそうそう、はい、じゃあこれはこれ何系ですか？ JZX100 系。100系いつも見てるマーク2と同じですか？100系じゃない。違いますよね。これはですね、JZX110、みんななんて言ってるのかな。でも110系か。110系、でいいのかな。ちょっとなんて言ってるか、若者の呼び方は何なんだろう。100チェとか言ったりとかさ、言う人もいるし、100マとか言う人もいるしね。それ100系の話ね。はい、これは110系、になってます。はい、マーク2ってすごい歴史のある車なんだけどさ、そのマーク2の中の最後のマーク2なんですよ。はい。はい。でマーク2って1968年から初代が出てって、45年前かに一番初めに初代のマーク2が出ましたと。でそこからこう何だかマイナーチェンジ繰り返して、で、この110系が、最後のマーク2となってます。で今回はそれを紹介させてもらうという感じです。はい、ちなみにマーク2の次って言ったらいいかなってなんだか分かったっていうか、呼び名っていうかマーク X。そうなんだよっていう感じだから、この次の方は、マーク X になっちゃったので、はい、マーク2としては、これが最後という感じになってます。はい、こちらの車も、お客さんから、直接買い取りではないんですが、はい、間にちょっと、人が入ってるんですけれども、インスタのねつながってる方がいらっしゃって、はい、その方がね5万人ぐらいフォロワーいるのかな、シルビア乗りの方なんですけれども、その人のお友達が乗ってた車を譲っていただいたという感じです。でその方からはね、まだ動画にアップしてないけど33の GTR とかも、いただいてるような感じで、結構ね仲良くさせていただいてる、めちゃめちゃいい人なんですけど、はい、でそんな車好きの方のお友達もやっぱり車好きってことで、はい、その人が乗ってたマーク2を、紹介させてもらえればと思います。はい、まず車内容を言うと平成15年式、2000だから3年式だね。はい、で、グレードが IRV、 110系のマーク2はツアラー V とかっていうツアラーとかって言い方はなくなってて、はい、100系でいうツアラー V がこの110系でいうと IRV っていうグレードになります。なんで、1JZ GTE のシングルターボかのエンジンが積んである。で、走行距離がね、ジャスト15万キロぐらいかな、15万800キロ、はい、で、車検は、来年の9月まで残ってる。で、色は純正ブラックで、修復歴はなしという形になってます。はい、どう、見た目かっこいいでしょ。かっこいいですね。なんだろうな、やっぱりちょっと VIP 系とも違い、はい、でもそんなにスポーツしてなくて、はい、なんかバランスがいいんですよね。僕結構こういうスタイル好きです。なんかマーク2っぽいいじり方かなって思うんだよね、個人的には。はい、はい、エンジンとかコンピューターとかはいじってないんだけれども、はい、でもやっぱり、一通り手は全部入ってて、はい、まずフロントバンパーは、はい、トラウム、伊東オートサービスだったかな、はい、トラウムさんの、フロントエアロがついております。フォグはこれねプラドのって言ってたんだっけな。でもトヨタの純正だよね。でキセノンの、フォグが入ってるという感じですね。はい、で、サイドスカートに関してはこれもね、僕だからやっぱり110系あんまり分かってないんでしょうね。これマーク2ブリッドなんだって。マーク2ブリッドって110系のマーク2のステーションワゴンがあるんだけどさ、はい、それの純正スポイラーがポン付けできるらしい。っていう感じです。はい、でリアが、リアは走り屋さん大好きなベルテックスですね。はい、ベルテックスのエアロに、トランクスポイラーもベルテックス、これですね。
になってます。アイラインもベルデックスかになってるという感じですね。はい、はい、でアルミホイールはワークの19インチが入ってますと。はい、19インチが入ってて、でフェンダーに関してはもう爪折り、このサイズだと当たっちゃうので、はい、爪折りしっかりしてあって、クリアランスちゃんと逃げるようになってるので、はい、車検はちょっと厳しいよね。厳しそうですね。はい。であとマフラーですね。マフラーもこれもトラムかなのタイプ S っていうマフラーがついてます。はい、これ僕の認識だとね、トラムさんってこうなんていうのかな、もうちょっとここに厚みがあったんだけど、年代によって違うのかな。でもトラムさんのタイプ S のマフラーです。はい、で、サイレンサー、インナーサイレンサーも一応あるので、はい、後でエンジンかけますけれども、音そんなに大きくないんだけどね。でもやっぱり気になる人は夜走る人とかね、はい、とか夜中家帰ってくるわけじゃん。はい、でその時はサイレンサーつけて帰ってあげたりとかするといいと思いますね。はい、昔の暴走族みたいな感じだよね。あと車庫帳が、ブリッツの、ダンパー WZR っていうのかな、はい、が入ってたりとか、ブレーキローターがディクセル、パッドがプロジェクトミュールのローターとパッドっていう感じですね。はい、これも純正プラスアルファぐらいかな。はい、なんか純正に変えるんだったらここら辺入れといた方が性能もアップしていいよねみたいな、はい、それぐらいのレベルなので特段効きが大きく変わったりとかっていうわけじゃないと思うんですけれども、はい、という感じです。はい、これが外装についてる社外品でしょ。はい、で今度エンジンルームね。よいしょ。暑い暑いね。よし、やった。はい、じゃじゃん。エンジンルームもですね結構細かく至る所に手が入っていて、まずは、HKS スーパーパワーフロー、これ要はエアクリですね。はい、エアクリが入ってます。で KTS のサクションパイプ、はい、トラストのインタークーラースペック M、はい、これですね。で、ブリッツのレーシングアルミのレーシングラジエーター、はい、入ってて、で、これ KTS の、ラジエーターのアッパーホース、はい、入ってますと。トラストのアルミインテークパイプ、この辺かな、はい、これか。あとはクスコのターバーですね。はい、これってでもさ付け方逆なんじゃないかなと思ったんだけど、普通こっち前なんだけどね。でも分かんない、何らかの事情があって逆なのかちょっと分かんないです。吸気、とか冷却系とか、あとパワーアップ系とかなど結構一通りバーッとこう手が入ってるような感じですね。はい、であとは、タイミングベルトも平成26年93,800キロかな、はい、に、交換してあってっていう感じなのと、ヘッドカバーとかオイル漏れ、全然あんまり見当たるものはないですし、はい、エンジンねヤマハって書いてあるね。っていう感じですね。これ 1JZGTE、隣の2台と同じエンジンを積んであるという感じの車です。で見てまんまこれぐらい新しくなるとねやっぱサビとかそんなについてる車が少ないんだけれども、この車は特段目立つサビもないし、ここら辺のアルミ部分なんかも綺麗なのでコンディションはかなりいいんじゃないかなと思います。もちろん修復歴はなしという感じですね。はい、パーツ単体、安くはないけど、例えばエアクリ3万とかさ、ターバー3万とかさ、パーツ単体はちょこちょこっとした値段なんだけどさ、一個一個全部やっていくと結構いい金額になるからね。なんでこういうのがやってあるっていうのはあと何手加えれますっていう感じになりますよね。中古車でこういうのがついてるのを買う時はいいよね。得ですね。あとはクラッチがエクセディのハイパーシングル VF クラッチっていうのがついてます。意外と純正みたいな乗り味でさっきのさ、TRD のスポーツクラッチとは違って、結構純正っぽく普通に乗れるような感じですね。内装はほとんどノーマルで、このねちょっと水温メーターがついてるけど壊れてますから動かないんでって感じです。あとはシフトノブがビッツ RS 純正のメッキとパンチングレザーのシフト、ビッツの純正シフトノブ
ビッツ分かりますか？コンパクトカーの。そうの RS っていうちょっとスポーツグレードがあるんだけど、まあそれの純正のシフトノブと、あと、ペダル類が、ベロッサ、関連仕様の純正ペダル、はい、に変えてあるという感じです。これも結構みんなやる人やるかなっていう感じで、まあ大きな部分エアロなりアルミなりマフラーなり変えてあるところもあれば、まあこういう細かいところも変えてあれば、まあ隠れてるエンジンルームの中も、まあ、メンテナンス機能面も含めた形で、いろいろ手が加えられているっていう感じで、結構お金のかかった1台なんじゃないでしょうかという感じです。じゃあ次は外装の傷見ていきましょうか。外装はですね、フロントフェンダー、多分これハンドルいっぱい切って一回当たっちゃってんだろうな。わかる？ちょっとめくれて塗装のひびが入ってるの。まあここまで車高下げて太いホイールなんで、まあハンドル切ってバンプしてパンって当たったら、まあこうなっちゃうよねっていうところがあった、まあその形跡ですかね。この辺とかもねありますね。こっちはここの付け根の部分ですかね。にありますと。これもちょっと傷がね。これが多分この車の、一番大きな傷じゃないかなと思います。あとはトランク、これも線傷かな、うっすら、まあこれそんな目立たないけどね、うっすらあったり、ここにちょっと塗装の剥げがあったり、これトランクね、一回多分板金してると思うんだけどね、板金塗装入ってると思うんですけど、多分その下地が悪くてクリアが浮いてるんだろうなとは思います。あとはここが、これがね後期のグランデのガーニッシュなのかなを、まあ、メッキに塗装なんで塗装がちょっと剥げてる部分があるんでっていう感じですね。まあ、これなんか気になる人は塗り直してもらってもいいと思います。まあ、うちでも全然簡単に塗れるんで、もっと綺麗に仕上げることできるんで、とりあえずこれねもうちょっと剥げてたのよ。でもまあ撮影するからとりあえずタッチペンでパッパッパって処理してあるんだけどさ、今ですね本当にたくさんの買い取りをおかげさまでいただいたり仕入れがあったりとかしてて、まあ売れるのもそうなんだけれども、ちょっと板金屋さんがめちゃめちゃいっぱいでですね、細かいのこういうのがどんどん後回しになっていっちゃってるので、まあ買ってもらう時にはご相談してもらえればこういうのをちゃんときれいにしてお渡ししたりもできますし、この車に関しては、別でもう一個ねガーニッシュあるのよ、在庫してるのよ。最悪そっちに変えちゃってもいいんじゃないかなと思いますよね。あとはまあちょこちょこエクボが、まあ、こういうところあるぐらいで、あとモールもちょっとこう色剥げが出てたりとか、15万キロ走った車でこれぐらいですから、全然程度はいい方じゃないかなと思います。前高はねこっちの方が高くなってんだよね。だからその100系のマーク2なんかでいうと平べったさみたいなものはちょっとなくなってはいるんですけれども、あとは大きい違いはやっぱり電スロかな。ワイヤー式から電スロに変わったのはちょっと乗る人によってはっていう人もいるけどね。内装はこんな感じで、パワーシートです。で、シートコンディションとか内装パネル類、ダッシュボードの割れとかも特になくて、全体的にはとても綺麗で、まあ、一番目立つのはやっぱりそのハンドルのすれ、まあ、気になる人は車外のハンドルに変えちゃってもいいんじゃないかなと思いますね。後ろのシートもこんな感じで綺麗です。いいよね。という感じでした。じゃあエンジンかけてみましょうか。いきますよ。回らないんですよ。この年代はさ、クラッチ踏まないとかからないんですよね。そういうことです。すみません。まあ普通にエンジン一発でかかって、まあアイドリングも特段安定して、まあオーディオなんかはこれノーマルですね。だからほとんどここら辺はノーマルかな。であとはセキュリティ、ユピテルだったかな、パンテーラのセキュリティがついてるらしいんですけど、まだこれお客さんから充電器もらってなくて、今電池が入ってない状態なので多分作動すると思うんですけど、一応セキュリティついてると。じゃあちょっとアクセル吹かしてみましょうか。まあ相変わらずいい音だよ。いい音ですね。そう、あとはこの車って下回りもかなり綺麗なので、まあちょっとカメラでそんなに目立つ錆もなく、でジャッキポイントも全部
残っててっていう感じなので、でやっぱりローダウン車なんでしょうがないんですけど、内べり多少出てるので、まあ気になる人はこう左右入れ替えてっても言っても、左右をこうしちゃうと回転する方向がダメなんで、一回両方ともタイヤ剥がしてまた付け替えるっていうのをやってもらえれば長持ちすると思います。どうしてもさ、このタイヤのさローテーションの軸方向がこう決まってるんで、こっち向きでしょ。このホイールをタイヤを向こう側にそのままつけちゃうと逆回転になっちゃうんですよね。だからタイヤとホイールを一回剥がして、でその上で入れ替えてもらって、まあこれタイヤ屋さんでやってもらう作業かなとは思うんですけどね。あとはね、この車サビがホイールがちょっと出てますので、これちょっともったいないよね。まあ磨いてもうちょっと良くなるかなとは思うんですけれども、まあここもちょっとネガティブポイントの一つじゃないかなと思います。こんな感じですね。じゃあちょっとせっかくマフラー音があるので、また一周くるっと回ってみましょうか。お願いします。こっちはさっきのソアラと違ってクラッチが優しいんで、普通に運転できます。前振りが振りなんじゃないかっていうぐらいクラッチのつなぎ方が下手くそだったちょっと癖があるかもしれません。まあそんなところか。じゃあよし君、一応こんな感じで、マーク2の長い歴史の中の、最後の1台、110系のマーク 2IRV の5速マニュアル車と。まだお値段ちょっと発表してなかったんですが、お値段いくらだと思いますか。15万キロ、260万。260万。まあそんな悪くない。まあそんぐらいあってもいいかなと思うんですけど、ここは110系とちょっと違って、まあ年式的に多分輸出が絡んでないとかっていうのもあると思うんだけれども、この車の値段は出す予定なのが225万円です。なんか意外と思ったより安くない？まあ相場も大体それぐらいじゃないかなと思いますし、まあ仕入れ値もやっぱこれだけ手込んでるので、安くは仕入れてはいないので妥当な値段じゃないかなというふうに思います。100系でここまで綺麗でここまでやってあって、100系のマーク2であったとしたらやっぱり300近くの値段にはなっちゃうと思うんですけれども、まあ今は25年経つ経たないで値段が結構変わったりするところもあるので、この車の値段はまだ225万円で買えるという感じですね。ただね、うちは横田基地が近くにあるじゃん。横田基地の外人さんはちょっとここら辺狙ってるって言ってましたね。一人これをちょっと買おうかどうしようか、この間インスタ上げたんだけどさ、買おうかどうしようか検討してる、今度見に行きたいっていう人もいたので、もしかしたら外人さんたちもこっち好みだっていう話になればまた値段がちょっと上がる可能性もなくはないかなと思いますね。下がる可能性と上がる可能性があったとすると、どちらかというとやっぱり上がる可能性の方が高い車じゃないかなというふうに思っている1台です。じゃあ、3台紹介、今日こちらですね、3台紹介のうちの2台目マーク2終わります。次は最後の大鳥はクレンスタという感じです。飛行機も飛んできました。もうすごいよね。僕らはこういうところにいますはい、まあ次はこのクレンスタね、そのまま撮っていきますので、引き続き見てもらえればと思います。じゃあ一旦ここまででご視聴ありがとうございました。クレッサですね、おすすめのパーツで紹介されて結構いろいろ付けられたらしいです。後期などで3本スポークのオレンジ色のメーターになるんですね。